皆さんこんにちは。Welcome back to Say Japanese Podcast. This is episode 29. 先日お悩みラジオの方でちょっと依存とかについて話して、でそこで私が昔 SSRI っていう抗うつ剤系の薬に、依存というか弾薬をしないといけなかったっていう話をちょっとしたので、せっかくなので、ポッドキャストの方で、その話をしようと思って、今回は抗うつ剤と、その効果とかネガティブな面とかについて話したいと思います。話すにあたって私の昔の精神的な状態とかをいろいろ話すんですけれども、今は、特に大きな問題はないのでぜひ安心してください。ではまず皆さんはザネックスとか SSRI とか、あとはベンゾダイアゼピンとか聞いたことありますか？アンティデプレッサントとか。もし聞いたことがないとか、親しみのない言葉だったらそれは本当に素晴らしいことなんですけれども、一応説明しておきたいんですけれども、間違った情報を発信したくないので、インターネットで見つけた説明をそのまま読み上げますね。ザネックスとか、ベンゾダイアゼピン系の薬っていうのは、不安やパニックをすぐに落ち着けるための即効性のある薬です。効果は短時間で現れるため、この瞬間にパニックを抑えたいといった急性の状況で使われることが多いです。一方で、SSRI に代表される抗うつ剤とか抗うつ薬は脳内のセロトニン濃度を調整することで長期的なうつ症状や不安を改善する目的で使われます。こちらは飲み始めてから効果が出るまでに数週間かかるのが特徴で、毎日継続して服用する必要があります。で、よく依存が起こるのはザネックスの方です。短時間で効果が現れるので、やっぱり薬に頼りたいと思ってしまう人が多いのかなと思うんですけれども、で私の場合は SSRI の方からの、弾薬に時間がかかりました。で便宜上、依存と呼んでいますが、実際には、このような長期的な期間、長期的に飲む抗うつ剤とかでは依存は発生しないと言われています。ただすごい長い間飲んだり、大量に飲んでいた場合に急にやめると、精神的身体的に離脱症状が発生すると言われています。でもちろんこういう薬は本当に効果があるからこそ皆さん飲んでるし、処方されているわけで、このリスナーさんの中にも今こういう薬を飲んで助けられているとか、薬との上手な付き合い方を見つけた方とかもいらっしゃるかもしれませんが、私にとっては今でこそこういうふうに薬の種類とか効果とか、影響を話せるんですけれども、飲み始めた時は全然知らなかったんですね。で知らずにもう4年以上とかやめたりまた再開したりしていましたけれども、飲んでいなかった時期も含めると全部で5年くらい5、6年くらい飲んでいたんかなと思います。で最終的にやめようってなった時に結局6ヶ月くらいかかってしまったんですね、完全にやめるまでに。なので今回はなぜそうなってしまったのか、私がどういうふうに薬を飲んでいたのかと、なぜ抜け出すのが大変になってしまったかについてお話しします。で、このような私の体験を話すことでもし同じような体験をした人には共感してもらえたり、今薬を飲もうかどうか迷っている方がいたら、少し検討の参考になれたらいいかなと思うし、またそういった薬と全然縁がないという方にはそういう種類の依存もあるということを、知ってもらえたらいいなと思います。ただ毎回言うように私の、個人的な体験でして、科学的な正しいことを伝えられているかどうかは、ぜひご自身で調べて、医者とか、医学的な情報を参考にしてください。ではまず私が最初にこういった薬を飲み始めたのは17歳の時でした。17歳で大学入試の勉強中にもうすごく日本って1日10時間以上とか毎日勉強するし、あと趣味とかもやめて完全に勉強しないといけない時期がすごく長く続くので、その中ですごく気分が落ち込んでベッドから出れなくなったりしたんですね。
で多分その時親にも相談しましたが、自分でインターネットで調べて、私はうつ病だ、じゃあ病院に行かなきゃっていうことで病院に行ったんですね。で病院も多分自分で調べたかなんかおすすめされたところに、適当に行って、で先生と話して、で話すと言っても気分が落ち込んでるんですか、なんで気分が落ち込んでるんですか、勉強ですね、じゃあもうちょっと休憩してください、ストレスを減らす努力をしてくださいみたいな感じで、5分10分くらいの当たり障りのない会話をして、で気づいたら先生がはい、じゃあこれとこれと出すんで飲んでくださいって言われて、多分薬の説明は短くしてくれたと思うんですね。でただその説明の仕方が、例えばじゃあこの薬は気分を上げてくれます、この薬は気分を落ち着けてくれますみたいな感じで、どっちなのみたいななんで逆の効果がある2つの薬を同時に出しているのとか、ベッドから出れないくらい落ち込んでいるので、さらに気分を落ち着かせる薬なんていらなくないとか、いろいろな疑問があったと思うんですけれども、すごく忙しそうな病院でしたので、とりあえずもらって、で試しに薬を飲み始めてみたんですけれども、多分その時もらったのは抗うつ剤、長期間飲まないと効果が出ない抗うつ剤の方だったので、でもそれを知らなかったので3日間ぐらい飲み始めてみて、で全然効果が現れないから、じゃあこういうのは薬で治すもんじゃないんだって勝手に理解して飲みやめて、で自分でなんか少しずつ運動してみたり、行きたい大学を変えてみたりして、治していったと思います。でこの後大学生の間よく引っ越ししていたからっていうのもあるんですけれども、結局 4,5 箇所くらい違う精神科に行ってみたんですね。理由はあんまりよく覚えてないんですけれども、不安で動悸がひどいからとか、夜寝れないからとかで、もちろん精神科に行くくらいなら日常生活に支障が、きたしているほどだったので、お医者さんがこれを飲めば楽になるよ、これを飲んだら寝れるよとか言われたら、もちろんすぐにこの痛みが少しでも和らぐなら飲もうと思って、どんな薬かもあまりちゃんと調べずに飲み始めていました。今だったらちゃんと調べると思うんですけれども、薬の怖さを知ったのは結局断薬しないといけないってなった時だったので、それまでは藁にもすがる思い出というか、あまりよく考えずに飲んでいました。とはいえずっと薬を飲んでいたわけではなく、たまにやめたり再開したりを繰り返していました。で毎回似たような経験をしました。不安だからとか、寝れないとか、気分が落ち込んでいるっていう風に医者に説明して、でそしたら医者がはいはいはいって軽く話を聞いて、でもう5分後くらいに3種類ぐらいの似たような名前の薬が出されて、心の中でなんで気分を上げるのと下げる薬同時に飲むんだろうとか考えながらも、しっかり薬のことを調べずに、言われた通りに飲んで、で環境とかが変わったりしてストレスが減ったらまた薬を飲むのをやめるっていうのを4年ぐらいだらだら続けていました。で今考えたら本当セラピーとかカウンセリングとか行った方が良かったんですけれども、当時今でもかな、日本ではカウンセリングとかセラピーとか悪いものとか、本当にひどい状態の時に行くものだと思っていたので、ただ単に不安で動悸が早いからとか気分が下がってるからってだけで行くのは違うかなと思って、あまり行ったことがなかったです。で薬に依存していると気づいたのが、3年以上前かな、スペインに移住したいって決めた時に、たまたま出会ったいい精神科医の方が、じゃあ薬はどうするって聞いて、じゃあやめようと思って、やめてみたら、やめた 1,2 週間後ぐらいからすごい精神不安定とか、イライラしたりとか、心臓に重しが乗っかっているかのような重い気持ちになったんですね。でその話を先生にしたら、それはちょっと離脱症状だねって、少しずつ減らさないといけないねって言われて、
でそこからスペインに出発するまでの半年間で本当に1週間に数ミリグラムずつ減らすみたいな減薬を始めました。で当時 SSRI とザナックスどっちも飲んでいたんですけれども、減薬しようとしていたのが SSRI の方で、さっき言ったように SSRI って本当はそんなに依存性がないんですけれども、一つにはずっと薬を飲んでいたので飲まないとやっていけないっていう、精神的な依存も強かったと思います。でもう一つはその新しく出会った先生が私が飲んでいた薬を見てこんな薬まだ処方してるのって言ったんですね。というのもその薬は SSRI の中でも依存性がすごく強くてデメリットが多いのでもう日本ではあんまり処方している人が少ないっていうような薬だったんですね。でただそんなことも私は一度も聞いてないですから自分にいい薬なんだと思ってずっと飲んでいましたが、もちろん医者がどんな薬を処方しようとそれを飲むか飲まないか最終的に決めるのは患者自身の責任ではありますけれども、当時私はまだ18歳19歳20歳とかで無知だったし精神的に苦しんでいた時に少しでも薬を出してもらえたらこれならどうにかなるかもしれないと思って飲んでいたので、あの時誰かが薬の仕組みとか依存する可能性があるとか教えてくれていたらよかったなとは思ったんですけれども、でももちろん素晴らしい医者もたくさんいますし中には薬を出してなるべく金儲けをしようとする医者もいますし、精神科医の先生ってカウンセラーとかではなくて精神科なので気分がどうとかそういう話は聞いてくれなくても大丈夫なんですけれども、少なくとも薬がなぜ効くのかどういう仕組みどういう副作用があるのかとかどういうリスクがあるのかとかだけでも教えるっていうのを義務にしてくれていたらいいなと私は思っています。というわけで私の抗うつ剤との、体験の話でした。皆さんはこのような体験をしたことがありますか？今もしそういった薬を飲んでいる方や、精神的に苦しんでいる方がいたらぜひ、一人じゃないっていうことを覚えていてください。応援しています。私たちみんな頑張りましょう。ではちょっと早足になってしまいましたが今日はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。